生物の特徴とは何でしょうか。それは自分と同じ性質を持った子孫を作る能力です。つまり生き続けること。生物は長い時間をかけさまざまに進化しました。クラゲの赤ちゃんの誕生。たくさんの兄弟と一緒に生まれます。弱い動物は食べられても種が絶滅しないようにたくさん子供を産むのです。サンゴの間に産みつけられたイカの仲間コブシメの卵。今まさに生まれようとしています。コブシメの赤ちゃんは誰の助けも借りずに大きくならなければなりません。命の引き継ぎ方も様々です。自分と同じ性質の子孫を残す。その目的のために動物たちは様々な不思議な行動をとるようになりました。グンカンドリのオスは繁殖の季節になると木の枝の上で赤い喉袋を大きく膨らませます。メスがやってきました。オスは空に向かって羽を大きく広げ、くちばしを激しく打ち鳴らします。ここにグンカンドリのオスがいるぞ、結婚の準備ができているぞという合図です。求愛行動と呼ばれています。遠くの空にいるメスに確実に存在をアピールできる元気の良い優秀なオスだけが結婚し子供を作ります。同じ頃、カツオドリも繁殖の季節。カツオドリはまた別の求愛行動をとります。こちらは2羽で不思議なダンスを踊るのです。2羽のタイミングがぴったり合うと結婚 OK。こうしてお互いに同じ種類であることを確かめているのかもしれません。これも同じ性質を持った子孫を残す知恵なのです。哺乳類は子孫を増やすのに子供を少なく産んで確実に育てるという方法を選びました。哺乳類の子供は生まれてすぐには一人で生きていくことができません。親に保護され、じゃれたり遊んだりして、その中から生き抜いていく方法を学びます。教育という方法も自分と同じ性質を確実に伝えていく手段の一つなのです。人間の子供は親だけでなく複雑な文化や社会によって見守られます。自然では生きていけないような小さな命。こんな小さな命も人間は守れるようになりました。人間の赤ちゃんはたくさんの人々に見守られながら大きくなっていきます。5000万年後の山岳地帯、私たちはこんな生物に出会うことができます。空を覆うタンポポの種のようなもの。この一つ一つが体長2センチほどの小さな動物です。この動物の名はパラシリュウ。尾に生えた毛を広げ、風をはらんで空に舞い上がるのです。パラシリュウはたくさんの子供を産みます。狭い場所で餌を取り合うよりは、こうして旅に出て住む場所を広げた方が
確実に生き延びることができるのです。地上に降りるとパラシリューの尾は抜け落ちます。しかし風任せのこの方法は危険な旅でもあるのです。多くのパラシリューがこうして命を落としてしまいます。しかし失われてゆく命よりもはるかに多くが生き延び子孫を増やします。5000万年後の世界にも生き続けるという使命のため、生物はさまざまな方法で子孫を残します。驚いたことに私たちの時代にもこんな方法で子孫を残す動物がいます。それはクモです。卵から帰ったばかりのクモはパラシリューと同じように新しく住む場所を求めて旅をします。上昇気流がある暖かい日、子グモは草などの先端に登ります。そしてお尻から糸を出し、それに風を受けて飛んでいくのです。5000万年後のアフリカの草原、ストランクたちにも繁殖の季節がやってきました。オスとメスが出会うと、オスはメスの首筋に優しく噛みつきます。これが彼らの求愛行動です。そして数ヶ月後、新しい命が生まれました。ストランクのお母さんもきっと今の時代と変わらぬ優しいお母さんでしょう。いつの世も親子の愛情こそが命をつないでいく最大の力なのですから。5000万年後の世界にも変わることなく命をつないでいく営みがあります。生命とその進化は途切れることなく未来へ未来へと続いていくんです。時もまた未来へ未来へと流れて行きます。生物の進化とは一体何を目指しているのでしょうか。人間のように星を見上げてあれは何だろうと考える生物は再び姿を現すのでしょうか。